プラ板やプラ棒から一棟ずつ作り上げる、そんな徹底した姿勢なんですよ。すごいですよね。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモレジです。今回はですね、加藤公認モデラーの新保光俊さんが制作された新生大岡鉄道大岡町の本体の部分にフォーカスをして、この町の魅力を紐解いてまいります。架空の都市だからこそ様々な車両が自然に溶け込む、そんな不思議な魅力を持った街並みです。今回も世界の皆様にお届けするために、住民になったような感覚を体験いただけるように、主音声ではナレーションを抑えて、副音声ではいつもみたいに細やかに作品を紐解いてまいります。ぜひ最後まで新保ワールドをお楽しみください。川崎区の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。作品の本体部分は一つの街としてのまとまりを持ちながら、起伏のある地形とともに自然な広がりを見せています。駅を中心に建物や道路が有機的につながって、どこを切り取っても一つの情景として成立してるんです。それではしばらくの間、大岡町の中心部をお楽しみください。駅を中心に街の機能が緩やかに広がって、建物や道路が自然な流れでつながっています。それぞれのエリアが無理なく配置されていることで、どこを切り取っても一つの街として成立しているんです。駅を中心に街のにぎわいが広がります。港ではダイナミックな風景が広がっていました。桜の花が咲き誇る山が佇んでいて、この街に様々な表情を与えています。港に残る知られざる軍事遺構、街に溶け込んだ煙突の裏にもう一つの歴史が眠っていたんです。
この街並みは作者のしんぽさんが好きなものを積み重ねて生まれた風景なんだそうです。港の力強さ、そして緑豊かな丘陵地、どこか懐かしさを感じる街並み、異なる魅力が重なり合って大岡町だけの景色を作り上げています。引き続き進歩ワールドをお楽しみください。皆様、ここで驚くべき情報が入りました。別動画を編集するたびにしんぽさんに大岡町の設定資料みたいなのがあるかお伺いしたんです。そしたらなんとレイアウトの制作前に大岡町が存在するこのエリア全体の立体地図まで制作されていたそうなんですよ。さらにその海域を想定した戦艦模型まで。つまりですね、大岡町っていきなりレイアウトとして生まれたんじゃなくって、地形があって海があって歴史があって軍港文化があって、その上に生まれた町だったんです。だからこそこの作品には見えない説得力があるのかもしれません。なお、こうしたストーリーについてはしんぽさんご自身の YouTube 動画でも紹介されているそうです。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ合わせてご覧ください。街のにぎわいの裏側にはもう一つの表情が隠されていました。山の向こうに広がる静かな鉄道の風景、人々の暮らしを支えるもう一つの大岡町です。表と裏、2つの景色が重なってこの町は成り立っています。
凄腕モデラーの愛希さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。今回の動画では新庄岡鉄道大岡町の本体部分を通して町のにぎわいとその裏側にある構造の魅力までご紹介してまいりました。見れば見るほど新しい発見がある作品だと改めて感じました。取材にお招きいただいて貴重なお話を聞かせていただいただけじゃなくって新たな動画までご提供くださいましたしんぽさん、この度は誠にありがとうございました。そして最後までご覧くださいました皆様、本当にありがとうございました。この作品にはまだ紹介しきれてない魅力が残されています。続編となる拡張部分のご紹介は少し先になるかと思いますけど、またいいタイミングで皆様にお届けできればと思っております。よろしければチャンネル登録、ベルマークの設定をして楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。それではまた次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。